はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ペーパーライクの保護フィルムを新しく買ったので、それをちょっと iPad の方に貼っていきたいと思います。で、私今 iPad Pro の2018年モデルと2020年モデル持ってるんですけど、この2つともちょっと新しい保護フィルムに貼り替えようかなと思ったので、新しいペーパーライクのやつをですね、2つ買いました。で、まず一つ目がこの黒いやつで、PC フィルター専門工房っていうところが出してるペーパーライクの保護フィルム。で、これ紙のような書き心地で反射防止って書いてありますね。で、貼り付け失敗無料交換対応してるみたいですね。これすごいですね。もし失敗したら交換依頼しようかな。はい。で、もう一つが、ベレモンドっていうところが出してるペーパーライクの保護フィルムですね。で、これも反射防止で、これも貼り付け失敗時の無料配送をやってますね。どっちも貼り付け失敗したら、もう一個送ってくれるみたいですね。なかなかすごいサービスですね。で、今日はこの2つをちょっと貼っていきたいと思います。で、過去に私ペーパーライクの保護フィルム3回貼ってるんですけど、エレコムとクリアビューとマイファクトリーっていうところのやつを貼ってるんですけど、その3枚のやつと今回の2枚のやつをですね、比較してランキングをつけていきたいと思います。これからペーパーライク買いたいなと思ってる人はぜひね、参考にしてみてください。じゃあですね、最初は、ベレモンドから貼っていこうかな。ベレモンドのペーパーライクフィルムでペン先の消耗を抑えるケント紙らしいですね。で、これを2018年モデルの iPad の方に貼っていきます。で、入ってるやつは、この、ペーパーライクの保護フィルムと、あと付属品が何個か入ってたんですけど、これなんでしょうね。これなんか白い、すごいプラモデルみたいなやつが1個入ってましたね。でこれと、あとメッセージカードがね、可愛いメッセージカード入ってました。これにお買い上げありがとうございますとか言って書いてありますね。で、PS スマホスタンドはおまけです。組み立てにお使いくださいって書いてありますね。さっきのやつ、スマホスタンドだったんですね。この白いやつね。スマホスタンドもおまけで入ってるみたいです。で、あとはこのヘラですね。気泡を抜くためのヘラと、あとはクロス。ドライなクロスと、あとはウェットなクロスが入ってますね。あとはこのホコリとか毛を取るシールも入ってました。で、このセットを使って、まずこのウェットのやつで最初拭いて、で、ドライのやつでもう一回上から綺麗に拭いて、で、このシールでペチペチと貼っていくじゃない、ホコリ取っていく感じですね。で、このホコリ取る段階がめちゃくちゃ重要で、これちゃんとやらないと、もう気泡がね、あっちらこちらに入っちゃって悲しい感じになるので、このホコリ取りしっかりやった方がいいと思います。で、拭けたんで、こっから本番シート貼っていきます。白い1枚目のシート剥がして、で、ここね、ペチッとつけていきます。で、ここめっちゃ大事。息止める、息止めて。息止める。ペチッ。はい、いい感じ、いい感じ。この一番最初の角度をミスると、もう後からね、どんどん角度がずれていって、お尻のところまで行ったらもうめちゃくちゃ角度がね、ずれたりするんで、もうこの一番初めがめっちゃ大事です、本当に。ここの一番初めて全部決まると思ってください。はい。で、この辺まで来たらヘラでね、こう、コスコスしながら、下まで持っていくんですよ。そうそうそう、こういう感じでね。いい感じ、いい感じ。いい感じで腫れてますね。で、気泡出てきたらちょっと戻って、もう一回貼り直して、戻って貼り直して、で、ヘラで気泡抜きながらっていう感じでやっていくと超綺麗に貼れます。はい、こんな感じで、いい感じじゃないですか？気泡も全然なく貼れましたね。めっちゃ綺麗。はい、成功です。大成功。やったー。で、最後この青いフィルム取って終わりですね。これがね、めちゃめちゃ気持ちいいんですけど、ちょっとゆっくりめに撮ってね、今サムネを撮るんです。サムネ。この辺サムネです。はい。こうやってね、後でスクリーンショット撮って、それサムネに使うって感じでいつもやってます。で、晴れたんで、ちょっとここでプロクリエイト開いてお絵かきしていきます。で、このペーパーライクの保護フィルムは Apple Pencil との相性がめちゃくちゃ良くて、これを貼るとですね、本当に紙に書いたような書き心地になるんですね。なので今ちょっとこのプロクリエイトの鉛筆のブラシっていうのがあるので、本当にこの鉛筆で書いたようになるのかっていうのをですね、ちょっと試して書いてみてます。でね、結構いい感じかなと思いました。この寝かして書いた時のざらつき感というか、かすれ感もいい感じに出てくれるし、すごい書きやすいですね。
で、ペーパーライクでたまにすっごいゴリッゴリに硬いペーパーライクとかあるんですよ。もう硬すぎる感じのやつがあるんですけど、それとは違ってサラサラ感は適度に残しつつ、でも紙っぽい素材が表現されてるので、すごいね、好印象ですね、私的には。はい、エレコムよりかはちょっと劣るかなっていう感じはするんですけど、それでも十分なクオリティだと思います。で、1個だけちょっと気になるのが、この左右にですね、くぼみというか、フィルムが一部ないところがありますね。これちょっと私気になるかもしれない。多分貼りやすくするために何か施せられてるのかもしれないんですけど、全部保護フィルムにしてほしいなって思いますね。こっからなんかゴミとか入ってきたら嫌だなと思ったので、これだけちょっと、って感じです。はい、じゃあ次いきます。PC フィルター専門工房のペーパーライクフィルムですね。これを2020年モデルのやつに貼っていきたいと思います。で、入ってたのが、この保護フィルムのシートと、あと付属品でこう拭くやつですね。クリーニングのセットが入ってました。これも同じようにウェットなやつと、あとドライなやつと、シールですね。ホコリ取りのシールと、あとヘラが入ってましたね。で、残念ながらスマホスタンドは入ってなかったですね。あとカードも入ってなかったですね。はい。じゃあ貼っていきます。で、これめっちゃ剥がしにくいですね。ここの端っこのところがなかなか取れなくてめちゃくちゃ苦戦してます。この突っかかりのところでどうしてもね、剥がすのが止まっちゃうんですよ。めっちゃ難しい、これ。これダメですね。これ良くない。気泡が入る。しかもこれ逆向きにですね、剥がす方向間違えた。剥がす方を間違えてしまいました。逆を剥がさなきゃいけないんですよ。この赤い方のシートを剥がさなきゃいけないのに、青い方のシート先に剥がしちゃった。もう最悪。最悪すぎる。とりあえずちょっとこっち向けもう一回やってやります。もうめっちゃ剥がしにくい。です。やだ、これ。入りますね、もう。しかもほら見て。もう間違えた方を剥がしちゃったから、気泡がめっちゃ入ってる。最悪。もう最悪。これ、返金じゃなくてなんだっけ。失敗したら1個返品させてくれるっていう書いてありましたね。ちょっとやろうかな。はい。もうちょっととりあえず貼っちゃおうか。息止めてももう気泡が入りまくっても意味ないですね。とりあえずこのヘラでなんとか出して頑張りましょう。これ本当に失敗防止で交換してくれるのかな。本当にしてもらえるのかっていうのを検証してもいいかもしれないですね。まあ私の責任なんですけどでもこれめっちゃ剥がしにくかったもん。ちょっとはいこれ考えますね。返品するかどうか。なんとか綺麗には貼れましたね。角度とかはちゃんとうまく貼れたんで、あとはもう剥がしてもう頑張って気泡を抜くしかないですね。ここまで入っちゃったら。でも最終的にめちゃくちゃこすってたら大体の気泡は抜けてきましたね。なので思ったよりひどいことにはならなかった気がします。はい、よかった。ということでちょっとプロクリエイトで書いていきます。ちょっと比較しやすいようにさっきと同じ鉛筆のブラシを使ってるんですけど、めちゃくちゃ硬いですね。ゴワゴワしてるというか、突っかかりがすごいかも。本当に硬い紙、めちゃくちゃ硬い分厚い紙に書いてるような感じがします。でね、このペンを寝かして書いた時にあんまりこの寝かして書いた感じの表現が出てこないというか、今シャドウのとことか結構ペン寝かして書いたんですけど、すごいラインが細いですね。アップルペンシルを立てて書くとすごい細い線が描けて、寝かして書くとこうテクスチャーというかザラザラしたような表現が出てくるんですけど、それがあんまり出てこなかったですね。この、PC フィルター専門工房のやつで、ちょっと比較してみると、今右側が PC フィルター専門工房で、普通に書くといい感じなんですけど、ちょっと寝かして書くと、テクスチャーがすごい弱まってくるというか、あんまり色が出てこない感じがするんですね。で、これを、左側、ベレモンドの方で書くと、こう寝かしてもしっかり色が出つつ、このかすれた感じもちゃんと演出してくれるというか、わかります？この違い。
かなり寝かした時にベレモンドの方がしっかり色が出てる感じがします。多分このペンの傾きとかをちゃんと検知してるんでしょうね。PC フィルター専門工房右側の方は多分フィルム自体が分厚すぎるというか硬すぎて、こうペンを傾けた時にあんまり反応してないような感じがしましたね。あとね、手で触った時のザラザラ感というか、ベレモンドはまだサラサラしてるという感じなんですけど、PC フィルター専門工房はもうちょっとゴワゴワしてるというか、硬いザラザラしすぎてて、私あんまり好きじゃないですね。一応ペーパーライク貼っても iPad 自体のこの画面のサラサラ感というかツルツルな感じはちょっとは残しておきたいので、そういうことを考えた時に、ベレモンドの方がもう完全に圧勝だなと思いました。はい、ということで、今回ベレモンドと PC フィルター専門工房の比較だったんですけど、この2つだとベレモンドの方が圧勝なんですけど、今までに他に3つ比較してるので、ちょっとこれランキングにしてみました。で、それがこちら。1位がエレコムのペーパーライクフィルム。で、2位がクリアビューっていうところですね。で、この1位と2位はもうほとんど大差がないというか、同じくらい書きやすいです。クリアビューの方がもっとツルツルしているというか、iPad の画面に近いですね。で、エレコムの方がもう少しペーパー感が強いかなと思います。でももうほとんど変わらないので、ここは好みかなと思います。iPad のガラスの画面に近い方がいいっていう人はクリアビューを買った方がいいと思います。で、3位がベレモンドですね。今回買ったやつ。で、これは結構エレコムの素材に近いかなと思っていいかなと思ったんですけど、3位にした理由は上のところのちょっとチョボみたいなのが開いてて、そこが汚れるのが気になったので3位にしました。まあそれが気にならない人は買ってもいいと思うんですけど、まあそれだったらエレコム買った方がいいかなって思いましたね。で、4位がマイファクトリーです。これね、結構前にやったやつなんですけど、これ結構硬いですね。がっしりしてるので、本当にザ・デッサンみたいな、ゴリッゴリの鉛筆ブラシで何か書きたいと思う人はマイファクトリーでもいいかもしれないです。なんかノート書くだけとかだったらちょっとあんまりおすすめしないですね。で、5位が今回の PC フィルター専門工房です。残念ながら私これ2020年モデルに貼っちゃったんですけど、まあ硬いし、ちょっと感知が弱い、鉛筆の傾きの感知に弱いっていうところと、あと剥がしにくすぎてイライラしましたね。なので、これはちょっと残念ながら5位というか、もう返品ができるって言われてもいらないかなっていうくらいのレベルなんで、ちょっと辛口で申し訳ないんですけど、残念ながら5位にさせていただきました。で、今回私2020年モデルこれ貼っちゃってるので、多分エレコムに買い替えると思います。はい。ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思うんですけど、もしこの動画が役に立ったらいいねボタンお願いします。で、あと、ここのブランドのこのペーパーライクフィルムおすすめだよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄に教えてほしいですね。また違う機会で試してみたいと思うので、ぜひお願いします。はい、ということで、今日は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。